管理人さん、サブ拠点だと狭いのでこっちで中容量無料バッテリーの解説を。これですっきりしましたね。管理人の皆さん、こんにちは。エンドフィールド開拓記録チャンネルの連絡員、ロナです。この動画では、バージョン 1.1 で追加された中容量無料バッテリーの自分で生産ラインの構築をできるようになるための解説動画だよ。始める前に一つだけ注意。この解説ではサブ拠点で電力を供給してるけど、無料のどこでもいいから電力を供給してあげてね。管理人さんたちはもうレシピの確認はしたかな？ざっくり生産チャートを表示するよ。バッテリーのメインライン、サンドリーフ粉末のライン、高濃度オリジニウム粉末のライン。今回の説明ではこの3つを分割して解説するよ。使う設備はこんなにあるけど生産ラインを作るときに必要な分だけ随時生産して使ってくれれば大丈夫。それでは早速サンドリーフ粉末から作ろう。栽培機と採取機を置いていくよ。サンドリーフを扱うときは流体モードをオフにすることを忘れないようにね。配置をコピーして左右対称に作っていくよ。粉砕機と強薬貯蔵庫で粉末専用ラインが完成。今回の解説では分かりやすくするために分割生産しているから、実際に作るときは直接研磨機に入れたりして対応してね。今回のラインは研磨機を8個使うからもう1セット分を配置コピーで増やしていくよ。これでサンドリーフ粉末のラインは完成。なんとなく綺麗な配置がいいから1ライン余ってるよ。次は高濃度オリジニウム粉末を作っていくよ。まずはハブ基礎とハブ部品で素材を出すところを作るよ。粉砕機と研磨機を置いていくよ。オリジニウム鉱物とサンドリーフ粉末を入れてラインを確認しよう。ちゃんと生産できたね。中容量無料バッテリーは生産に高濃度オリジニウム粉末を4個使うから設備を4個分コピーするよ。これでここのラインはとりあえず完成。次は今回の最重要な上昇のライン。またハブ部品を置いて素材の出口を作るよ。単塊を作るために栽培機、採取機、精錬炉を並べるよ。説明用に縦長になっているけどもっと圧縮して大丈夫だから自分で考えた小スペースかもやってみてね。こっちも液体モードをオフにして粉砕機と研磨機を並べるよ。この解説では事前に並べ方を予習しているからサクッと並べているけど結構悩ましいよね。でもラインを考えてる時間が楽しくて私は好きだよ。パイプを引くのは無駄に時間がかかるのでカット。これで高濃度単塊粉末1個分だよ。このまま測定を作るメタに冷線路と転入航路を並べていくよ。水はポンプ1台につき2台分まで安定給水できるよ。これで測定まで完成。測定の最速生産は安定単塊2個だから増設するよ。こういうラインって出来上がっているのを見てるだけだと難しそうだけど少しずつ見ると分かりやすくなるんじゃないかな。精錬するのは無料植物なら OK だよ。測定を化学反応炉で気化測定にするよ。さらに上昇の最速生産のために上昇廃液が2個必要だからラインを倍にするよ。右側の給水はカット。上昇廃液のために化学反応炉をさらに置いていくよ。汚
水が必要だから赤道鉱物を加工して汚水を作るよ。赤道鉱物の生産が止まるとバッテリーの生産も止まるから拠点取引で取引できるものに加工してね。給水もっと楽にならないかな。化学反応炉は出力設定しないと出てこないから気をつけてね。さらに化学反応炉を2個置いて上昇範液を作るよ。化学反応炉につなぎつつ排水処理機もつないでいくよ。不活性上昇排液も何かに使えればいいのにね。ちなみに今回送電スタンドを使っているんだけど工業エリア内は自動で接続するから即上送電スタンドじゃなくていいのをこのライン作る時まで気づかなかったよ。上昇排液までつなげたら上昇に必要な製鉄粉末を作るよ。精錬炉と粉砕機で製鉄鉱物を処理していくよ。これで上昇まで作れるようになったね。上昇を作る時に出た汚水は赤道鉱物で作った汚水を入れてない方につなぐと循環できるよ。やっと包装機の出番。あとはできたものをつなぐだけ。コンベアが綺麗に並んでるのいいよね。最後に強薬貯蔵庫と発電機をつなげば発電しながら在庫できるよ。完成。最後に一通り見てみよう。高濃度オリジニウム粉末のライン、高濃度炭化粉末のライン、測上までのライン、上昇までのライン、3度リーフ粉末のライン、最後に包装機。というわけで中容量無料バッテリーの解説は終わり。どうだったかな。最後まで見てくれた管理人さんたちが構築のイメージを少しでも持てたなら嬉しいな。エンドフィールド開拓記録チャンネルでは工業を中心に管理人さんたちにもっと楽しんでもらうためのチャンネルだよ。動画制作の励みになるのでチャンネル登録と高評価をしていただけると嬉しいです。